人類の歴史が戦争と政治闘争の繰り返しだとすれば、その勝敗の行方を左右してきたのが秘密を守る技術、暗号でした。来るべき21世紀、国境を越えて情報が駆け巡る電子ネットワーク社会、その根幹を暗号が支えます。でたらめに並べられたように見える数字とアルファベット、コンピューターを使って暗号に変えられたメッセージです。これを解読できるのは鍵と呼ばれるデータを持つ人だけです。鍵がなければ世界中のコンピューターを使って100万年計算しても解くことができません。誰が暗号を支配するのか、電子ネットワーク社会の覇権をかけた戦いが始まっています。サンフランシスコ湾を囲むカリフォルニア州ベイエリア地区、パーソナルコンピューターを生み出しインターネットを育ててきたところです。ここにはコンピューターの若き天才たちが世界中から集まってきます。アメリカ西海岸の自由と個人主義を愛する風土の中で、若者たちは未来の電子ネットワーク社会を自分たちの手で築こうと伸びやかな発想を競い合っています。5年前、このベイエリアの若い技術者たちがアメリカ政府に公然と反旗を翻すグループを結成しました。彼らは自らをサイファーパンクと名乗りました。暗号の反逆者という意味です。彼らは暗号技術に対する政府の規制に反発しました。このままでは彼らの目指す自由なネットワーク社会が実現できないと考え、政府と真っ向から対決する道を選んだのです。毎週日曜日、サンフランシスコ郊外にあるタイ仏教のお寺でサイファーパンクたちのミーティングが開かれます。Here's Annie. This is the first $1. It's just $1 though. $1. That's cool. ここで2時間以上、最新の暗号技術の情報交換が続きます。The time for cypherpunks is over. The time for yeah, but the time for cypherpunks is over. The time for cipher business people is starting. And カナダ人留学生イアン・ゴールドバーグさん23歳。大学院で電子マネーを研究する片手間にコンピューターソフトの欠陥を次々に発見して企業を慌てさせるちょっと人騒がせな若者です。You have to get business people to sign on to it. yeah, Look, there's one. yes. インド系2世のサミール・パレクさん22歳。ニューズウィーク誌でインターネットの注目すべき50人にも選ばれた暗号ソフト開発の専門家です。彼は去年自分の会社を設立し、インターネットを使って自作の暗号ソフトを売り出しました。Is over. Yeah. The time for deployment Is and the here, operation yeah. of strong cryptography is here. It's going to happen really Yeah. soon. 今、西海岸のコンピューター産業はインターネットの技術開発にその全力を注ぎ込んでいます。暗号技術は簡単に情報が盗まれてしまうというインターネットの最大の弱点を解決する切り札としてその将来性が注目されています。今年1月末にサンフランシスコで開かれた暗号ビジネスのイベントにはこの分野の将来性を見越して
2500人もの企業関係者が参加しました。We've been saying that for a long time, and I think now everybody can understand it. We've always used the analogy of signatures and envelopes for what encryption provides in the digital world. And a simple way to understand how important encryption is to try to imagine what would happen if you were asked to stop using signatures and envelopes. Well, in a world in which we depend on electronic communications and the internet as much as we do on paper, it's equally ridiculous to imagine doing that without encryption. 会場では電子マネーや電子署名などインターネットと暗号を組み合わせた新しい技術が数多く発表されました。Okay, well, there's actually a little chip behind these contacts on the card, a tiny little chip back there, and it has a processor on there that actually does the encryption and decryption there on the card. The whole spy theme gives somebody to go around. 21世紀の電子ネットワーク社会には暗号ビジネスの巨大な市場が広がっています。どの企業も製品を少しでも早く出し、世界のスタンダードの地位を獲得しようとしています。I'm showing you here today PGP Mail, our product for encrypting and decrypting mail messages, as well as ところが、このビジネスに参入した企業の思わぬ足かせとなったのが、アメリカ政府による暗号技術の輸出規制でした。アメリカ政府は解読の不可能な暗号技術の輸出を禁じています。そのため企業は製品を海外に売ることができないのです。現代の暗号化技術は情報を第三者に読めないものに変えるコンピューター技術です。コンピューターに組み込まれた暗号化プログラムは鍵と呼ばれるデータを使ってメッセージを意味のわからない文字の並びに置き換えます。この鍵のデータは一定の桁数の0と1の数字の組み合わせです。その正確な並びを知っている人だけが暗号文を元のメッセージに戻せます。そしてこの鍵のデータの桁数、ビットが多いほど暗号は強く解読されにくくなります。アメリカ政府の規制はこの鍵の長さを40ビットに制限するものです。この場合の鍵の組み合わせはおよそ1兆あります。一方、企業が開発したのは128ビットの鍵を使う暗号。1兆の1兆倍のさらに1兆倍を超える無数の鍵が使えます。この中からたった一つの鍵を見つけ出すのは不可能です。輸出できる40ビットの暗号は安全性が不十分ではないか。企業の声が高まる中でイベントの主催者はインターネットに40ビット暗号解読の検証問題を出しました。$1000の賞金を手にしたのはサイファーパンクの一人でした。Berkeley grad student Ian Goldberg recently showed how vulnerable it is. It took him a little over 3 hours to break the 40-bit encryption code. How hard was it? It wasn't very difficult. Basically, I used University of California, Berkeley's network of workstations, or now. イアンさんはカリフォルニア大学バークレー校の大学院で学ぶカナダ人の留学生です。彼は大学のコンピューターを使って暗号を解読しました。How did you use these computers? I was using a total of 259 computers, most of which are in this room, but a number of which are. イアンさんはこのコンピューターを連結して40ビット暗号の1兆種類の鍵をしらみつぶしに試すプログラムを作りました。7歳からコンピューターを学んだイアンさんはインターネットで知り合ったサイファーパンクたちの活動に刺激を受けました。
そして2年前にアメリカ西海岸にやってきました。1日14時間をこの部屋のコンピューターの前で過ごします。問題の暗号文を入力すると、システムは1秒間に3700万個の鍵を使って解読を試みていきました。彼自身は座って見ているだけでした。So the log stopped at 369,394 million keys. So like 0.4 billion or 0.4 trillion keys. イアンさんが解いた暗号文です。見つけた鍵を使うと隠されていた文章が現れました。僕たちはずっと前から40ビットの鍵なんて冗談でしかないって分かってましたよ。普段ホームページを見るような時なら40ビットでもいいんですが、もしインターネットで銀行と取引などをするなら40ビットじゃ話になりませんよ。こんなもの使っちゃダメです。アメリカ政府の暗号輸出規制は冷戦時代に作られました。暗号技術は国家安全保障に関わる軍事技術とみなされます。政府にも解読できない強い暗号は海外への輸出が厳しく禁じられてきました。アメリカの世界戦略を脅かすというのです。アメリカ政府の暗号戦略を支えてきたのが国家安全保障局 NSA です。戦後間もなく作られた情報機関で、最近までその存在さえも明らかにされていませんでした。その活動や予算については今も公表されていません。テレビカメラでビルを撮影することも禁止されています。元 NSA 統括顧問弁護士スチュワート・ベイカーさん49歳。 NSA の具体的な情報以外ならという条件で私たちのインタビューに応じました。暗号戦略の中枢に関わってきた彼は、現在はワシントンを拠点に政府や大企業のアドバイザーを務めています。暗号とは何かって？そう。暗号と暗号の解読は NSA の存在理由そのものです。NSA には2つの使命があります。一つは敵の秘密を暴き出すこと。もう一つは外からの攻撃に対して我々の秘密や通信を守ること。そのために使うのが暗号なんです。冷戦終結後、NSA が国民への情報公開の目的で開いた暗号の博物館です。数々の戦争で使われた暗号技術の資料が機密扱いを解かれて展示されています。第二次大戦でナチスの使ったエニグマ暗号機、数万通りの歯車の組み合わせを使って文字を置き換える装置です。機械仕掛けのこの暗号技術は当時最強のものでした。手作業で暗号を解読する時代は数万通りの組み合わせでも解けなかったのです。そこで連合国側が開発したのが自動計算機でした。解読に成功し勝利に貢献したこの機械が後のコンピューターの発明につながっていきました。コンピューターはその誕生から暗号と深い関わりを持っていたのです。時代が変わりコンピューターが普及すると民間での暗号開発が盛んになり、政府の暗号政策との間にさまざまなトラブルが生まれました。暗号の技術の拡散を恐れる政府は暗号技術者や学者に対してまで武器輸出業者としての登録を求めたため裁判まで起こされました。そして91年
一人のプログラマーが作った軍事レベルの暗号ソフトが世界中に爆発的に普及するという事件が起きました。プリティグッドプライバシー PGP と名付けられたこのソフトは電子メールに強力な暗号をかけるものです。しかし政府はソフトの作者を武器輸出規制法違反で起訴できませんでした。なぜなら彼は国内の友人に無料でソフトを配っただけだったからです。そのコピーがインターネットに載って瞬く間に広まってしまったのです。国務省から手紙が来たんです。そこにはあなたは武器取引業者として登録する必要があるって書いてありました。つまり私は武器の輸出をした武器取引業者だというんです。だから登録用紙に記入して250ドルの小切手を添えて国防関連取引監督局に届けなくてはならないというのです。実に奇妙な感じがしましたよ。だって私は武器の取引なんてしたことないんですから。暗号が普及すればするほど諜報機関の情報収集活動はますます困難になってしまいます。PGP のような暗号ソフトが広まり、たやすく手に入るようになってしまうと、これがテロリストなどのアメリカに危害を及ぼす連中にいつ利用されるか分かりません。政府はそういう事態を恐れているんです。サイファーパンクたちは暗号は国家のための武器ではないと政府を批判しました。彼らの主張は人には誰にも解読されない暗号を自由に使う権利があるというものです。そして去年の暮れ、政府は暗号を武器とみなす規制の撤廃を決めました。この T シャツに印刷されている文字とバーコードは短い暗号のプログラムなんです。ついこの間までこういう暗号プログラムは武器だとみなされていました。これが原子爆弾やその他のひどいものと同じものだとみなされていたんです。暗号を輸出するには武器取引業者の免許が必要でした。本当に馬鹿げた話ですよね。だってこの T シャツを輸出するのは戦車を輸出するのと同じってことですからね。今さらそんなシャツを着ているのは時代遅れですね。もう暗号は武器ではなくなったんですから。12月30日以降はね、まあそういうことをやっているのは組織に対して責任のない大学院の学生なんかで、彼らは安易な気持ちでやっているんでしょうが、ただ言わせてもらえば暗号の持つ危険な側面をそうやってふざけてもてあそぶのは感心できませんね。結成から5年、サイファーパンクのネットワークは電子メールを通じて世界に広がりました。彼らの最終目的は暗号技術を誰にも支配させないことです。Next speaker is going to speak on two subjects. It's Ian Goldberg, a mere student at the University of Berkeley. 電子ネットワーク社会は一歩間違うと監視や盗聴システムの張り巡らされた社会に陥ることを彼らは理解しています。どうすればそれを防ぐことができるのか。一流企業から次々に仲間が加わり戦略を練ってきました。まず誰もが簡単に扱えプライバシーを守ることができる強い暗号ソフトを開発し普及させること、そしてその暗号は秘密の解読法などが仕掛けられていない開かれた技術であること。彼らはこの戦略に基づいて政府に管理されない暗号開発にだけ協力することを誓い合いました。大手電話会社に勤めています。サイファーパンクとして関心を持っているのはプライバシーの保護です。政府のやり方は穏やかじゃありません。私たちの生活に干渉しようとしています。
従わないと痛い目に遭うぞと脅かして言うことを聞かせようとしています。これはおかしな状態です。私はそんな社会で暮らしたくありません。自由で開かれた社会を望んでいるんです。私たちは何かを破壊するために集まったわけじゃありません。暗号を使って前に進んでいけば、社会の在り方そのものが変わるんです。サイファーパンクの結成は、大手半導体メーカーインテル社を30代で退職したエンジニアの呼びかけがきっかけでした。80年代、コンピューター産業が急成長する中で、シリコンバレーには巨額の資産を手にしたエンジニアが数多く誕生しました。その一人、ティム・メイさんは一生暮らせるだけの財産を手にするとあっさりと仕事を辞めて郊外の丘の上に移り住み、サイファーパンクの結成を指揮しました。サイファーパンクは技術こそがプライバシーと自由を実現すると信じています。政府の政策は当てにしません。政府に働きかけて法律を変えていこうとも思ってません。技術を駆使してプライバシーを守る方法を直接手にするのです。ドアの鍵や窓のカーテンと同じようにプライバシーを守る技術をコンピューターで実現するのです。学生時代にサイファーパンクに加わった若い世代は大企業に行かず、自分の力で会社を起こす道を選びました。サミール・パレクさんは去年の夏、暗号ソフト専門の会社 C2 ネットを設立しました。従業員はわずか9人。サイファーパンクの仲間と大学時代の友人を集めました。ベンチャービジネスは普通投資家の出資を元手にします。しかし経営方針に口を挟まれるのを避けるため、外部の投資は受けていません。サミールさんの経営方針はインターネットの可能性を最大限に駆使することでした。オフィスの一室に陣取ったこの機械、インターネットとの通信を管理するコンピューターがこの会社を支えています。The server machines over in this, we have 3 of the external servers are right here. These 3 boxes are 3 servers. This is our router, which connects to the external internet, and these are just 2 boxes that translate between the router protocols and the phone company protocols. このコンピューターがインターネットから来た情報をすべて自動処理し、製品のソフトを注文に応じて即座にインターネットで送り届けています。ここでは注文の受付から販売までほとんどの業務をインターネットとコンピューターがこなしているのです。Traditional software business, which before the internet, people with software products would have to spend lots of money on creating boxes, on making shrink wrap packages, on setting up channels where they would ship out large quantities of boxes to these distributors, and the distributors would send them to stores, and then the profit margins would get lowered drastically as well because all the distributors would want their cut. We've managed to use the internet to sell directly to most of our customers, and that's managed to lower our costs and increase our profit margins. So if you were to replace it with manpower, how many people do you need to do the actual work that this machine is doing? Oh, I don't know. That's really difficult to say. These machines handle requests of hundreds of thousands of people per day. 高校時代にサイファーパンクの活動を知ったサミールさんは、西海岸の大学に入るとすぐに暗号ビジネスに乗り出す決意を固めました。19歳の時でした。最初のビジネスは暗号技術を使ったインターネット接続サービス。
アパートの部屋に10本の電話回線を引き、軌道に乗り始めると大学を中退しました。大学の勉強はいつでもできますからね。暗号技術の違法化と戦い始めた以上、それに集中することの方が大事だと考えたんです。今はとにかくこの戦いに勝つことだけです。それが終わったらまた大学に戻ってもっとゆったりした気持ちで勉強に取り組めるでしょう。彼が作った暗号ソフト会社の製品のイメージは、プライバシーを守る高い城壁です。これはインターネットの情報に丸ごと128ビットの暗号をかけるソフトです。海外からも注文が殺到しましたが、もちろん輸出はできません。しかしサミールさんは、これを世界に普及させることが禁じられている理由がどうしても納得できませんでした。暗号技術が犯罪に使われるという政府の説明は単なる口実だと思います。政府の目的は私たちのプライバシーを侵害する情報収集網をずっと確保しておくために、強力な暗号を違法化して市民がこれを使えないようにすることでしょう。そしてインターネットを流れるあらゆる通信を監視し、全く気づかれずに盗聴しようとしているんです。暗号技術というのは犯罪者を助けるようなものではありません。未来のネットワーク社会の安全を守るためになくてはならないものです。これがあってこそ、金融システムの破壊や個人の情報の盗難といった危険な犯罪を未然に防ぐことができるのです。インターネット産業の中心地、シリコンバレーの企業群。暗号技術に対する輸出規制は、世界市場を相手にする企業にとって致命的な損害を与えかねないものです。インターネット専用の情報閲覧ソフトで世界市場の7割を支配するネットスケープ社。製品をインターネットを通じて即座に世界中に販売する戦略で、創業からわずか1年で急成長しました。この会社の製品にとって暗号技術はインターネット上での通信販売や契約を実現する機能に欠かせないものです。しかし輸出規制のため、製品を販売するホームページには不本意な細工を施さなければなりませんでした。これが我が社のホームページです。ここから最も安全性の高い暗号を組み込んだ製品を提供しています。でもそれはアメリカ国内のお客様に対してだけしか許可されていません。ですからこのページを利用するお客様には、あなたがどこの国の国民なのか、住所がどこなのかを尋ねなければなりません。これを書き込まなければ先には進めないようになっています。そしてアメリカの暗号規制に従うかどうかも答えていただかねばなりません。結局この会社は2種類の製品を作りました。こちらがアメリカ国内向けの製品です。128ビットを含む7種類の暗号が組み込まれています。一方こちらは同じ製品の日本語版です。組み込まれているのは40ビットの暗号2つだけです。私たちは最も安全性の高い製品を海外には提供できません。そのために大変なコストをかけて2種類の違う製品を開発しています。こうしたことから私たちは海外の市場でも外国の企業と対等に競争ができるように、政府に対して政策の変更を働きかけているのです。サーバーマシンの最大手サンマイクロシステムズ社も政府の政策を真っ向から批判してきました。暗号規制が障害となってインターネットの普及が今後伸び悩む可能性があるからです。この規制はアメリカの法律なのですから、守らなければ刑務所に入ることになります。ただ残念なことにこの法律はあまりにも時代遅れなのです。
現在行われている40ビットまでの規制などというのはお笑い草です。FBI は暗号技術が盗聴活動に影響するのを恐れているのでしょう。電話の盗聴が非常に困難になってしまいますからね。しかし私の経験から言えば、技術はどんなことをしても必ず生まれてきます。その進歩のスピードを遅らせることはとても難しいのです。つまり政府のやっていることは無意味なことです。政府と企業との睨み合いが続く中で、去年この状況に風穴を開けようとする新しい会社が誕生しました。91年に開発した暗号ソフトを無料で配布し、2年間の取り調べを受けたフィル・ジマーマンさん自らが作った会社 PGP 社です。Well, I was hired as a marketing specialist, but I come from a non-profit background. ジマーマンさんの作った暗号ソフト PGP は、一般の見知らぬ人同士でも暗号を使って通信できるのが最大の特徴です。そのために組み込まれたのが、73年に民間の手で開発された公開鍵暗号と呼ばれる新しい暗号方式でした。公開鍵暗号では自分専用の2つ1組の鍵を使います。一方で暗号をかけるともう一つの鍵でしか解けません。暗号をかける鍵は公開し、解く鍵は秘密にしておきます。A さんが B さんにメッセージを送るには、まず公開されている B さんの緑の鍵で暗号をかけます。この暗号文を解く鍵は B さんが持っている秘密の鍵だけです。逆に B さんが A さんに送るときには A さんの公開鍵を使って暗号化して送ります。今度は秘密の鍵を持っている A さんだけがこれを解くことができます。この方式では解読用の鍵を相手に渡す必要がないため、他人にメッセージを読まれる心配が全くありません。PGP の最新版を完成させて再び無料で配布したいというジマーマンさん。それに共鳴したサイファーパンクたちが一流企業を次々に退職して開発陣に加わりました。ビジネス経験のない彼は他の企業からベテランの経営陣を招き、会社の運営を任せました。従業員は70人を超え、会社は軌道に乗り始めました。しかし、巨額の資金を投じたソフトを無料で配布したいというジマーマンさんの夢は、外部から来たプロの経営陣にはなかなか理解されませんでした。無料のソフトは風に吹かれたタンポポの種のように広がります。そして国境を越えて生き物のように広がり続けるのです。私は無料のソフトを出すことが結局はビジネスの役に立つものなんだと社内のみんなを説得しようとしています。広く普及させれば勝ちなんです。それには無料のソフトが一番です。私の作った PGP が世界の標準になったのは無料ソフトだったからです。今ここで無料ソフトとして出すのをやめてしまったら、金の卵を産むガチョウを殺すのと同じです。開発は若いエンジニア、経営はベテランたちが主導権を持つ中で、会社は少しずつジマーマンさんの意思から離れ始めました。テレビ出演、講演会、イベントなど会社の外を駆け回って PGP の広告塔として PR に努めることが彼のスケジュールを占めるようになりました。そして徹底したマーケティングに基づいて親しみやすい企業イメージを作っていく方針が経営陣から打ち出されました。この日の広告代理店との打ち合わせでは
ジマーマンさんを企業イメージとしてどう活用するかが彼のいない席で話し合われていました。So when you're surfing, you're blocking all cookies. So you're anonymous right now. So how do you make the best use of his time and leverage what he's saying and get the right people there and teach him how to? I haven't seen him speak. I'm sure he's great, but give him pointers if that's what he's looking for. Or the interesting thing is that you're talking about him, about Phil, and that's actually I think what we've been trying to do is move to a Phil and Tom. Yeah, no, absolutely. Messages developed on paper, and you know these processes. They're really a pain in the butt if you don't have a lot of core resources. Yeah, we're not doing it right now for either Tom or for Phil. In December of last year, we launched the company. We wanted to establish in people's minds that we were no longer just freeware. That Pretty Good Privacy was bigger than just Phil Zimmerman. 無料ソフトを出すというジマーマンさんの主張はようやく3月の会議で承認されました。しかし急成長する企業の中で彼は自分を見失う危険を感じ始めています。私は性格的に全てにおいてソフトを使う側から、つまり個人のプライバシーの問題として考えてしまうんです。ですから組織の在り方については私よりもそういうことに詳しい人たちに頼っています。今私が心配しているのはそのうちにお金を儲けることと正しいことをすることが対立する時が来るということなんです。こういう問題が私が彼らに対してあるいは彼らが私に対してどのように話をしていくかということに影響しています。これは私には居心地の悪い状態です。何とかして昔のように気安く周りの人と接していける方法を見つけたいのですがまだどうしたらいいのかわからないんです。一方サミールさんは温めていた計画を実行に移しました。サミールさんが開発したソフトはアメリカ製のため海外に輸出できません。そこで技術者をすべて海外で雇い法律に規制されない外国で開発を行うことにしたのです。開発の打ち合わせは週に一度国際電話で行います。Okay, so in about 2 weeks we can anticipate starting integration work. 外国で完成した製品はアメリカ国内にはサミールさんの会社が、海外市場へはイギリスの仲間の会社が販売します。こうすれば合法的に同じ性能の暗号ソフトを世界中に売ることができるというわけです。We just did all our development outside the United States. We formed a offshore holding company, C2Net International, as a subsidiary of the US company. Then this international holding company created subsidiaries, well, creates, we currently only have one development country, but we're adding more, R&D companies in various countries around the world outside the reach of United States export control laws. Our developers in these countries would do their development, create crypto products, create full-strength cryptography products that couldn't be broken by anyone we know. The United States is here. And then this is another country. And then we have 4カ国にまたがる組織を作り上げたサミールさんは世界一社員の少ない多国籍企業を目指しています。私たちは暗号ソフトを開発する世界的な基盤を作り上げるつもりです。一つの国に任せたりはしません。それでは一つのカゴにいくつもの卵を入れるのと同じことで組織が壊れやすくなってしまうからです。ある国がダメになっても
他の国で開発ができるようにしておくのです。そうすれば、もしアメリカ政府が多くの国を説得して輸出規制を行わせたとしても、全ての国を従わせることはきっと不可能でしょう。去年の11月、クリントン大統領は暗号政策の転換を宣言しました。これによって暗号技術は武器の指定を解かれ、商務省の許可があれば輸出できる管理貿易品目になりました。しかしそこには輸出許可の条件としてキーリカバリーへの対応が明記されていました。キーリカバリー方式とは、政府が民間の暗号を解読する必要に備えてあらかじめその合鍵を確保しておく方式です。つまり政府が解読できる暗号にしか輸出の許可は出さないというのです。政府の提案は、政府が持っている通信にアクセスする権限を今以上に拡大しようとするものではありません。この国の法律では、必要に応じて政府機関が裁判所に許可を求めた上で盗聴を行うことが認められています。すべての国でこういうことが認められているのではありませんが、アメリカでは法律で明確に認められているのです。政府がキーリカバリーを実現したい理由は、新しい技術に対しても今までと同じ手続きを適用したいということです。政府の権限の拡大ではありません。アメリカに限らず、私たちの社会は今大きな転換期を迎えています。その分かれ道の一方は、監視される社会への道です。そこではカメラがいつも人に向けられ、人々の行動や会話はコンピューターによって把握されます。店で何を買ったかまで全てが追跡されてしまうのです。もう一方の道は、政府が税金の徴収さえできない社会です。そこでは人の行動がつかめません。誰もが知らない国から物や情報を買い、その決済がどこで行われるかも意識しません。私たちはそういう分岐点に立っていて、政府は監視社会へ、サイファーパンクはその反対へ導こうとしているのです。政府の打ち出したキーリカバリーを支持し、その研究を進めているワシントン・ジョージタウン大学のドロシー・デニング教授です。彼女はキーリカバリーこそが暗号戦争の解決策だと主張しています。キーリカバリーが必要となる第一の理由は、まず企業ユーザーが必要としていることなんです。企業では暗号化したファイルを後になって読もうとしたときに、暗号を解く鍵をなくしてしまったりとか、あるいは辞めてしまった社員が鍵を持っていってしまったり、あるいは壊してしまったら困るでしょ。そういった場合に備えて予備の鍵を保管しておく必要があるんです。つまりユーザー自身を守るというのがキーリカバリーの目的なんです。もう一つの大切な理由は、政府機関が犯罪の捜査をしたり、その証拠を得るために解読できるようにするということです。日本のオウム真理教事件はまさにそうでしたね。暗号化されたファイルを解読しなければなりませんでした。あの時は幸い成功しましたけれどね。93年に政府が暗号を管理するクリッパー計画を提案した時も言ったんですが、犯罪者はきっと二重に暗号をかけるでしょう。政府の決めた暗号をかける前に独自の暗号をかけられたらどうしようもありません。突然の政策変更に企業は戸惑いを隠せません。この問題は私たちのような企業やその製品を超えた問題です。実際暗号はもうすでに世の中に存在するのです。例えばナイフのことを考えてみてください。
ナイフは悪い目的で使うこともできます。しかし、食べ物を切ったり包みを開けたりするのに役立つ道具でもあります。暗号も全く同じです。とても役に立つ道具なのです。企業が関心があるのは、結局のところ製品が売れるかどうかということのはずでしょ。いいですか？とにかくお金を儲けなければならない。たくさんのお金を儲けたい。社員には給料を払わねばならない。それが企業というものなんです。ですから暗号の問題で企業が一番心配してきたのは、規制のない国の製品に海外でのシェアを取られてしまうことでした。今回も同じことでしょう。私たちはこの問題について何度も議論をしてきました。とにかく社内の人間はキーリカバリーの技術面について悩まされています。キーリカバリーが必要なければ簡単にできる技術が、これのせいでとても難しくなってしまうのです。もう一つの問題は、実際の運用がとても難しいことです。安全性が証明されたキーリカバリーのシステムは現在はまだ存在しないんです。だから私はキーリカバリーというのは政治的な妥協が生み出したものであって、大成功はしないと思います。なぜならお客さんの方はすでにキーリカバリーのない暗号技術を使っているんですから。我々企業がお客さんを導くことはできません。お客さんがこちらを導くんです。さまざまな政府が規制や奨励策を実施することで、キーリカバリー対応の暗号が主流になっていくでしょう。そうなりつつある兆候は出始めています。フランス政府は企業に対して、国内で販売される暗号はすべてキーリカバリー対応にしなくてはならないと言っていますし、イギリスも同じような政策を検討しています。これはアメリカの輸出規制の政策にとって望ましいことです。さらに暗号をビジネスに使っている企業も従来の暗号システムをこれに切り替えていくはずです。こうして見ていくと、やがてはキーリカバリー対応の暗号が主流になっていくと言えるでしょう。2月の終わり、アメリカ国内の暗号政策の混迷を逃れるように、暗号ビジネスを代表する企業の技術者がカリブ海のアンギラに集まりました。財務暗号技術会議。企業の収益に対して税金をかけない政策を取るこの島が、サイファーパンクの活動や企業の暗号ビジネスに手を差し伸べようとしています。一足先に来ていたサイファーパンクの仲間たちがサミールさんたちを出迎えました。彼らを呼び寄せたのは、この島で暮らすサイファーパンクのメンバー、ビンス・ケイトさん。ビンさんは3年前、西海岸からインターネットの設備が何一つないこの島に移り住みました。その時彼は、ある計画を胸に秘めていました。アンギラは人口わずか9000人の小さな島です。アメリカからのリゾート客を当て込んだ観光産業と記念切手の販売が主な収入源です。しかし周辺の島に比べて観光収入は伸び悩んでいます。この島にやってきたビンスさんは、まずアンギラ政府にインターネットの素晴らしさを説き続けました。そしてついにこの島にも貧弱ながらインターネットの回線が敷かれました。アンギラ政府は
税金の優遇政策を企業に売り込み誘致しようとしてきました。現在島の人口の半数を超える5000社の企業がこの島にペーパーカンパニーを置いています。しかし島の財政を潤すにはまだまだ十分ではありません。ビンスさんの計画はアンギラをインターネットを使った暗号ビジネスの拠点にしたいというものです。その夢が島の活性化を望む政府と手を結びました。海外の本拠地を探していたサミールさんは早速ビンスさんの力を借りてこの島に C2 ネットの子会社を設立しました。ビンスさんはサイファーパンクたちの活動を支援する基盤をこの島に築こうとしているのです。こういう島でビジネスを始めるのは流行りますよ。会社さえ作れば面倒なことがありませんからね。何でもインターネットでやればいいんです。どこの国にも128ビットの暗号をすぐに届けられるんですから、規制に対抗するやり方ですよ。インターネットで世界中に参加を呼びかけた財務暗号技術会議は大変な盛況となりました。アメリカやヨーロッパからサイファーパンクはもちろん著名な暗号学者や大企業の技術者が集まりました。電子マネーやインターネット銀行といった暗号技術を発展させたさまざまなアイデアについて議論が交わされました。That young man was Vince Cape. We are aware of the delicate balance which needs to be established between security and confidentiality issues against potential abuse. Government is anxious to create that clean, secure, stable, and well-regulated environment, and to stand side by side with you at the forefront of this great commercial revolution. アメリカ政府の暗号規制が解かれる見込みのない中で技術の発展が遅れることを恐れるアメリカの大企業もまた海外での暗号技術の開発を真剣に検討し始めています。距離や国境を超越するインターネットを武器に大企業の戦略も大胆に変わり始めているのです。大変感激しています。有名な企業が何社もこんな島に来てくれたんですから、本当に私の期待以上でした。サミールさんたちは会議の合間を縫って会合を重ねました。この島に作った会社を世界の拠点として一日も早く本格的に稼働させるためです。この日は島の弁護士に暗号ビジネスを展開する上でのアドバイスを求めました。サミールさんたちは次の新しい展開に向けてこの島に確かな手応えをつかみ始めています。間もなくやってくる国境なき電子ネットワーク社会。コンピューターとともに成長してきた若者たちはその近未来の戦略をはっきりと見据えています。
And the millions that you get from selling shares, that's also good. Yeah, but then we get sales and we get CNN, so. Yeah, CNN would be In good. theory. Currently, I view the situation more of an 今の状況は戦争の直前のようなものだと思います。私たちは暗号を普及させてきましたが、まだ弾が飛び交ってはいません。刑務所に送られた人もいません。とにかく法律で暗号が違法化される前に暗号を完全に普及させたいんです。先に普及させればもうそれを違法にはできませんからね。逆に違法化が先になれば暗号の普及はできなくなります。どちらか早い方が勝つんです。その競争の過程で戦争のような状況に突入することはあり得るかもしれません。元 NSA のベイカーさんは西海岸を頻繁に訪れ、政府の提案したキーリカバリーに戸惑う企業の説得に飛び回っています。彼自身もこの混沌とした暗号戦争の結末は全く予想できないと言います。東海岸の政府と西海岸の技術者、その間には大きなカルチャーギャップがあるように感じています。それは新たなジェネレーションギャップと言ってもいいかもしれません。西海岸の技術者たちはほとんどがウォーターゲート事件の後に生まれた世代です。彼らは政府なんてものはニクソンのように悪どいか、そうでなければレーガンのように見当違いなものだと思っているんでしょう。彼らは政府に対してとにかく放っておいてほしいとしか思っていません。これに対して東海岸の特に45歳以上の人は政府は良いことのためなら権力を使うべきだと思っています。企業や個人の暴走を防ぐためには政府の規制が必要だと考えているんです。だからこの対立は45歳以上対45歳以下の対立と言えるのかもしれません。アメリカ政府の新しい暗号政策の施行から3ヶ月。現在までに4つの企業が政府の方針に従うことを約束し、輸出許可を受けました。戦線を海外へと広げ、戦いの正念場を迎えようとしているサイファーパンクたち。それは私たちの未来が託された電子ネットワーク社会の行方を決める戦いです。